皆さんこんにちは。気になる車を詳細検証するオーナーズアイ、いつもは走らない車両紹介動画をお届けしていますが、車の取扱説明書といういつものコンセプトはそのままに、私川村がオフロード走行時の基本となる扱い方をご紹介していきたいと思います。今回扱う車はスズキのジムニーシエラです。グレードは JC、ミッションは4速オートマチックです。駆動系はフロントエンジン、リアドライブの FR をベースにしていて、普段は後ろの二輪だけを回しています。車重が重たいイメージがありますが、それは軽規格のジムニーを他の軽自動車と比べた場合の話です。1.5 リッターエンジンを積んだコンパクトカーの中で、4駆で1090キロという車両重量は決して重たくはありません。車高は高めですが、重たいものが車の下半分に集中しているので、見た目ほど重心は高くありません。前後の重量バランスは56対44と理想的なもので、重いものが車軸より内側寄りに配置されていることもあって、見た目以上にバランスのいい車に仕上がっています。ドアを開けると、ドライバーが車の真ん中より少し後ろに座っていることがわかります。後席や荷室のスペースの確保には向いていませんが、スポーツドライビングの観点から見ると、このポジションは魅力的です。このボディを縁の下で支えているのが、はしごの形をしたラダーフレームです。ほとんどの乗用車で軽量化のために利用されているモノコックボディとは違って、鉄板も分厚く、頑丈で、大きな衝撃にも強い反面、重くて車高がかさ上げされてしまうというデメリットがあります。とはいえ、極悪路を走る車には欠かせない構造です。こうしてみると、ジムニーがオフロードのスポーツカーとでも言うべき、走りに特化した贅沢な設計思想で作られていることがわかります。では、実際に走る前に、各部のディメンションや扱い方を順番に見ていくことにしましょう。オフロードを走る車にとって大切なのは対地アングルです。私は必ずオフロードを走る前に車を真横から眺めてそのアングルを確かめるようにしています。ジムニーはタイヤがかなり四隅に配置されていますので、このアプローチアングルも一般の乗用車よりかなり大きく作られています。後ろのディパーチャーアングルも前よりさらに大きな角度がついています。実を言うとフロントバンパーの一番下のアプローチアングルはこのぐらいの角度なんですが、タイヤの直前方向に限って言うとこれだけの大きなアプローチアングルが得られます。したがって大きな段差にアプローチする際はタイヤを切って斜めに進入することでより大きな段差が越えられるようになります。オフロードを走る前に確認しておきたいのは、どこが一番下に出っ張っているかということです。これは車の前側から見ていますが、パッと見てやはりディファレンシャルが一番低く感じます。実際に測ってみると、カタログの最低地上高と同じ210ミリになっていました。それと左右のサスペンションアームも低いですね。後ろ側もやはりデフの下が一番低く、同じく210ミリでした。実は大きな岩などをまたぐときにわずか 1,2 センチの差でデフが引っかかってしまったという状況は意外によくある話で、私も若い頃、自分の車のデフの位置くらい覚えておけよとよく先輩に言われたものです。フロント側にはフックがこことここ2箇所あります。運転席側のフックは輸送用のタイダウンフックなので牽引には使えません。牽引フックとして使えるのはこの助手席側のフックです。でこれ U シャックルっていうんですけども、この U の字型の部分を必ずフックと金属側にして、こちらピン側をストラップ側にします。そしてこのようにネジで
最後までねじ込んで、最後きつく締まったところから半回転だけ戻します。こうすることでピン側にすごい力がかかって、このピンが多少曲がったとしても抜けやすくなるというふうに言われています。リア側のフックは右左どちらも牽引に使えます。肉と四駆の切り替えはトランスファーレバーで行います。2H は肉のハイレンジ、4H は四駆のハイレンジ、4L は四駆のローレンジを示しています。ローレンジとは車の速度が半分になる代わりにタイヤを回そうとする力が2倍になるモードのことです。これがエンジンがアイドリングの時のハイレンジの一速の時の回転です。そしてこちらがローレンジの一速の時の回転です。実際にアイドリング時のクリープ現象で走らせてみると、このぐらいの差になります。これがローレンジの一速です。人がゆっくり歩く速度と同じぐらいです。これがハイレンジのノーギアの状態です。ローレンジと同じように歩いても車の方が速いです。ジムニーのオートマチック車の場合、発進から高速巡航まで4段のギアを使い分けていますが、この4段すべてが低速化されます。ですので4プラス4、合計で8段もの変速ギアがあると考えていただければいいと思います。ハイレンジの四駆は主に積雪路やフラットダート、ローレンジの四駆はアップダウンや段差、ぬかるみの多いアクロで使うことになります。肉の状態からレバーを後ろにまっすぐ引けばハイレンジの四駆に切り替わります。そこからレバーを下に押し込んでさらに後ろに引くとローレンジの四駆に切り替わります。肉とハイレンジの四駆との切り替えは走行中でも可能です。ただしローレンジの四駆に切り替えたり、またハイレンジに戻したりする作業は走行中にはできません。一旦車を止めて、オートマチック車であればシフトレバーを N レンジ、つまりニュートラルに入れた状態でトランスファーレバーを操作してください。ここで一つ覚えておいていただきたいのは、アスファルトでは四駆を使わないようにするということです。直進しているときは問題ないのですが、このように四駆に入れてステアリングを目いっぱい切ると車が勝手に止まってしまうのです。同じことをオフロードで行っても車の走りには何も問題がありません。前後の駆動系をシンプルに直結させている四輪駆動車がこのようにグリップの高い路面で直面する問題をタイトコーナーブレーキング現象と呼んでいます。内輪差によって本来であれば前後の駆動系には回転差が生まれなければならないのですが、そこが直結されているためにニッチもサッチもいかなくなってしまうわけです。摩擦力の低いオフロードではそれをタイヤの強制スリップという形で逃がすことができるので、さほど問題にはなりません。滑っている音が聞こえますよね。滑ったところは地面が掘れて黒くなっています。個人的には高速道路で強い風の中、土砂降りの雨に遭遇したなどという場合に使っていますが、雨が少しでも弱まってくれば肉に戻すようにしています。さて、いよいよオフロードに向かいますが、その前にタイヤの空気を少し抜いておきましょう。はじめは1割から2割くらい減らすことを目安にするといいと思います。ジムニーシエラの指定空気圧は前後ともに 180kPa です。ですので今回は 150kPa にしました。こうすることでタイヤの接地面積が増えて滑りやすい路面でもスリップしづらくなりますし、尖った岩を包み込むように走ったり、段差で車が跳ねづらくなるといった効果が期待できます。最後に視覚の話です。
これは普段の楽な姿勢とオフロードに適した姿勢とで得られる前方視界を比べたものです。暗いところがドライバーの視覚です。私の場合はその差約 1.2 メートルほどありました。段差や岩、穴がそこかしこにあるようなオフロードではより近いところまで目視できる姿勢の方がいいです。このようにルーズな姿勢で座っているととっさにステアリングを回せないだけでなく、急な坂を登っている時にフットペダルを奥まで踏み込めなくなったりします。ですのでまずお尻をシートの奥にしっかり置いた状態で、すべてのペダルを奥まで踏み込めるように座面をスライドさせ、そして次にステアリングの10時10分の位置を握った時でも、肘に十分な余裕が生まれる位置まで背もたれを起こします。オフロードではステアリングの操作が増えるので、いつでも素早く回せるよう肘に余裕を持たせておくといいと思います。それでは肉の状態でこの正面のヒルクライムをジムニーがどのぐらい登れるか試してみたいと思います。勢いではなくタイヤのグリップで登るイメージです。後ろがスリップし始めました。フルアクセル踏んでますが、もうこれ以上前に進めません。先ほどは 2WD である程度勢いをつけて走ったんですけども、4駆のローレンジだと本当に勢いをつけなくてもジムニーはこの坂をどんどん登ります。この急坂を勢いをつけなくてもタイヤのグリップと四輪駆動のシステムだけで本当に登っちゃいますね。はい、やっぱ4駆いいですね。では4駆のローレンジのエンジンブレーキだけを使ってヒルダウンでどれだけ速度を落としながら安全に降りられるか試してみましょう。ローレンジのローギア、つまり1速を選択しております。ここからブレーキもアクセルも離しています。ローレンジで下るとエンジン回転数が上がりながら、それでも速度はあまりつかず安全に降りることができました。今度はヒルディセントコントロールを使ってどのぐらい安全な速度で坂道を下れるか試したいと思います。坂の頂点からブレーキペダル離しました。先ほどのエンジンブレーキによる下りよりもさらに速度を落として時速約5キロというスピードでかなり安全に坂道を下っていることが分かります。これだとステアリング操作にかなり集中できますね。はい、最後にハイレンジのヒルディセントコントロールを試してみたいと思います。同じくフットブレーキは使いません。ここから下ります。これが約時速10キロの下りです。エンジンブレーキで下るよりはちょっと姿勢が乱れるかなという感じです。やっぱりローレンジで下った方がいいですね。はい、ポジションはドライブ、もちろんブレーキペダルは使いません。ここから下ります。かなり速い。もう一つ、先ほど 2WD でスタックしたところから停止して 4WD で再発進できるか壁に張り付きながらやってみましょう。この辺でスタックしたと思います。で、新しいジムニーにはヒルホールドコントロールという機能がついてまして、これはフットブレーキからアクセルへ踏み替える間約2秒間ほど車を坂道にブレーキで止めておいてくれるという機能です。これのおかげでマニュアル車もそうですけども、オートマチック車も急坂でバックせずに再発進することができます。かなり長い間ホールドしてくれましたね。そして
この状態からも再発進可能です。トラクションコントロールがよく効いているのが分かります。ただ、泥や砂など本当に極悪な路面では、トラクションコントロールによるブレーキ制御がかえって邪魔になる場合があります。オフロードではタイヤを空転させることで得られるトラクションもあるからです。そんな時はこの ESP オフスイッチを長押しすることでトラクションコントロールとスタビリティコントロールを解除することができるようになっています。フルアクセル踏んでますが、もうこれ以上前に進めません。リカバリーする際は四駆のローレンジに入れてバックギア、そして念のためヒルディセントコントロールをオンにして電子制御で下りましょう。これが一番安全だと思います。このようにヒルディセントコントロールはバックギアでも効きます。次に入るのはモーグルと呼ばれる地形です。スキーのモーグル競技を思い浮かべていただければいいんですが、ちょっとした小高いコブが互い違いに盛り上がっていて、前後そして左右のサスペンションが交互に伸びたり縮んだりするような地形です。ここではもうタイヤが浮いたりしますので DWD ではとても走ることができません。車体もかなり右に左に触れますよね。ただこれだけ傾いてもジムニーシエラ十分な安定感があります。ここで注目したいのはトラクションコントロールの性能です。もう少し対角線スタックする場所まで行ってみましょう。今ここでジムニーは対角線スタックといって左前と右後ろのタイヤは設置しているんですが、右前と左後ろのタイヤは浮いてしまってそれがために空転しています。地面を軽くかいてます。この状態で先代のジムニーはスタックしていたんです。ところがトラクションコントロールといって空転しているタイヤにブレーキをかけることで前進させる、スズキはブレーキ LSD という言い方をしてるんですが、このシステムがあるおかげで実はアクセルを踏みますだけで車は前進します。この空転している状態からちょっとアクセル踏み増します。はい、スタックから脱出しました。もう一箇所あると思います。やってみましょう。はい、さっきよりもより激しいスタックしましたね。ここでも同じように、設置しているのは左前と右後ろのタイヤだけです。ここからライン取りをどうしようとしても脱出はできません。アクセルはパーシャルで踏んでいます。ここから踏み込んでみましょう。はい、この通り脱出できます。これが新しいジムニーについたトラクションコントロールですね。走破性がかなり上がっています。実際には対角線スタックが予想されるところではあらかじめ少し勢いをつけスタックしないように走らせるのがセオリーです。ただ新型ジムニーはあまり勢いをつけなくてもかなりの地形を走破できるようになりました。本格四輪駆動車にとって最も大切なことはどんな天候、どんな路面条件であっても人と荷物を無事に目的地まで運びきるということだと思います。小さくても大きな夢を与えてくれるジムニーシエラ。世界でも類を見ないほどユニークなこの四輪駆動車を
もしあなたが手に入れたなら、ぜひともオフロードに連れて行って、その走りを楽しんでいただきたいと思います。それではまたお会いしましょう。